ボンジューパリプロムナードチャンネルへようこそ。今日はとてもカラフルな動画をお届けします。前半はパリのグランパレで開かれているドルチェ&ガッバーナの展覧会、そして後半は新しくできたとっても魅力的なスペイン料理のレストランにご案内いたします。どんよりとした空模様が続くパリの冬をパッと明るくしてくれるようなテーマです。どうぞ最後までお楽しみくださいませ。左側に見えているこの橋、パリプロムナードチャンネルをご覧いただいている方にはもうおなじみかもしれませんね。アレクサンドル3世橋です。あら、こんなところにパリオリンピックの名残なんでしょうか。面白いプレートがありますね。パリオリンピックではここがトライアスロンのスタート地点になりました。この橋の向こうに見えているのが今日の目的地グランパレです。少し前の動画でグランパレを舞台にした展覧会を一つご紹介しています。日本人アーティスト塩田千春さんの展覧会、とっても感動的でしたので概要欄のリンクからぜひご覧になってみてください。そして今日はグランパレでのもう一つの展覧会に参ります。ドルチェ&ガッバーナといえばイタリアのブランドです。そのブランドが昨年2024年本拠地ミラノで開催した大成功を収めた展覧会がパリにやってきています。展覧会のタイトルはDu cœur à la main、 心から手へ。さて中に入ってみましょう。ここですでに皆さん立ち止まってしまっています。これまでのファッションショーの映像やイタリア各地の映像がオペラの音楽とともに変化しています。いよいよここからが展覧会本番ですね。私は思わずうわーっと心の中で声を上げてしまいました。一つ一つのドレスの細工が信じられないほどに凝っています。この部屋から皆さん先へなかなか進まない理由がよくわかります。私はこのブランドについてあまり多くを知りませんけれども、展覧会の最初の部屋ですでに心をつかまれた感じがします。最初のこの部屋のテーマは手作り。まさにこれ全部人の手でなされたってことなんですよね。こういうものを作りたいという夢のような発想と強烈な意志を持っている人のパワーを感じます。2番目の部屋、こちらのテーマは建築と絵画。確かにレオナルド・ダ・ヴィンチもイタリアの人でしたよね。ダ・ヴィンチの有名な絵画がこうして洋服として再現されています。これ見てください。この靴は陶器でできているんです。
この部屋は確かにイタリアが誇るルネッサンスの時代、その時代に活躍した偉大なるアーティストたちに捧げるオマージュという雰囲気です。イタリアという国がいかに豊かな芸術を生み出したことか。ドメニコ・ドルチェさんとステファノ・ガッバーナさん、このお二人が1985年に創業したのがこのドルチェ・ガッバーナというブランドのようですが、彼らの祖国にはこんなふうに豊かな文化が存在する、そのことを誇りに思いながらクリエーションを続けてきたんだなということが伝わってきます。次の空間のテーマは神々の夢。古代ギリシャ、古代ローマの世界ですね。神殿を思わせる舞台、古代ギリシャの陶器に刻まれた神話のシーンなどがドレスのモチーフになっています。こちらは神々のモザイク。ビザンチン美術もまたイタリアで花開きましたよね。金のモザイクというと、私はベニスのサンマルコ寺院を思い浮かべます。このティアラとネックレスにも私は目を奪われました。舞台は打って変わって心が躍るような色彩の世界です。コーナーが変わると全く別の世界へ連れてってもらえる、そんな感じのする展覧会、展覧会というかスペクタクルを私たちも体験しているような、そんな気持ちになってきます。このコーナーのテーマはシチリアの伝統。シチリアの馬車というのは日常の荷物を運ぶためだけでなく、宗教行列とか結婚式でも重要な役割を果たしていて、こんなふうに職人たちの腕の見せ所でもあったようです。こういう遊び心もすごくいいなと思います。これも実はそうなんです、靴なんですよ。舞台は変わって今度は白一色の世界。ホワイトバロックというのがこのコーナーのテーマです。教会建築や室内装飾に用いられたスタッコ装飾、その世界観をテキスタイルで再解釈しています。さまざまな手法で凹凸を表現することによってとても饒舌な世界が静かに展開しているような気がします。白い世界の中にあるこのルビのきらめき、なんか夢のような宝飾品ですね。そして舞台は暗転します。次は何が
登場するんでしょうか。こちらのコーナーのテーマは信仰。黒と金の世界です。ドルチェ&ガッバーナの多くの作品に見られる聖なる心が輝いています。ここにも聖なる心、何か象徴的ですね。この展覧会、実に1200平米にわたって展開していて、なかなか体力のいる展覧会です。とはいえ、車椅子でいらっしゃってる方も結構見かけました。そういった方々にはちゃんとエレベーターも用意されています。こちらにはアトリエが再現されていました。ミラノにあるドルチェ&ガッバーナのアトリエでは、約120人のスタッフが手作りの衣装の制作に取り組んでいるそうです。中庭に面したアトリエだそうですから、この天窓から光の入る会場設定がその雰囲気をよく伝えてくれるような気がします。一つ一つのものがとても興味深いですよね。このボディのお腹の感じ、とてもリアルで何か好ましい感じがします。次の舞台のテーマ、これは皆さんちょっと想像してみていただけますか？ヒントは壁の画面に映し出されている映像です。そうです。テーマはル・ゲパー。日本語のタイトルですと山猫です。ルキノ・ビスコンティ監督による映画の世界がここに繰り広げられているんです。あの映画は本当に名作ですよね。シチリアの贅沢な貴族文化、それが終焉を迎える時代の郷愁をとても高い美意識で表現している。ドルチェ&ガッバーナの創設者の2人もその映画に心酔しているということがここから本当によく伝わってきます。このドレスは展覧会のポスターにもなっていました。こちらのコーナーのテーマはミラノの中心で、ミラノを象徴するドゥオーモ大聖堂、その頂上で金色に輝く聖母マリアへのオマージュという意味合いが込められているのだそうです。確かに神々しいと言いたいようなドレスです。さて、こちらのテーマは何でしょうか？そう、オペラです。長女夫人、椿姫、トスカ、トゥーランドット、セビリアの理髪師などなど、
イタリアオペラの華麗なる世界がここで展開しています。この舞台設定にもとても遊び心があります。私もこの世界の一員になってこの椅子にちょっと腰掛けてみたいと思います。めくるめくような世界を前にしてしばし音楽に浸っていました。最後の部屋はガラスがテーマです。これらはクリスタル刺繍の作品なんですね。確かにイタリアといえばベネチアのガラス工芸が思い浮かびます。それをドレスにするなんて、なんという発想でしょう。一つ一つの作品に目を見張るばかりの細工が施されています。ご覧ください。靴もガラスなんです。ガラスの靴はおとぎ話の世界のものだけではないんですね。この靴のヒールの部分はまさにワイングラスのように見えます。それにしてもものすごく充実した展覧会だと私は感じました。美しいものは人を幸せにするというのは本当だなと思います。これらの衣装を実際に自分で身につけたいとは思わないですけれども、こうして見ているだけでも本当に十分に素晴らしい、感動します。パリでのこの展覧会は2025年3月31日まで開かれています。とはいえそのタイミングで実際に展覧会を見ることができないという方が大半だと思います。動画を通してこのイベントの素晴らしさを少しでも共有することができたら嬉しいなと思います。さて、ところ変わってこちらはパリ10区フォーブール・サンドニ通りに来ています。この通りに2025年1月にオープンしたばかりのスペインレストランがあるというので、今日は佳子さんと一緒に訪ねたいと思います。どうやらこのお店ですね、闘牛士を思わせるデコレーション。ウィンドウからすでにスペインのムードがあふれています。Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Hola, buenas. Je vous laisse rentrer et visiter. この方が創業者のトゥフィック・セディックさん。とっても感じのいい方ですよね。店内はペドロ・アルモドバルの映画の中に入ったような感じ。このデコレーションがまたとっても面白い。レストランの真ん中に釜がしつらえてあります。そしてここにもマリア様がいらっしゃいました。
お店の名前はブエナス。メニューもとってもカラフル。ほぼ一日中営業してるんでしょうか。さて、私たちは何をいただきましょうかね。まずトゥフィックさんのおすすめによりスペインビールで乾杯。ディナーのための厨房は午後7時からスタートするということなので、それまでの間アペロにしましょう。ビールのおつまみにチョリソ。C'est beau et bon. Là, vous avez vraiment les anchois. このアンチョビが Là, on est 絶 sur 品。 Bocotala. スペイン北部カンタブリア地方の高級アンチョビブランドのもので、伝統的な方法で塩漬けして熟成したもので、世界でも特に美味しいと言われているものなんだそうです。私正直申し上げて、今までいただいた中でも指折りのアンチョビですね。このオリーブオイルがまた美味しい。これでシンプルにパスタを作ってもきっとものすごく美味しいだろうなと思います。これはお塩だそうなんですが、なんかピンクですよね。ちょっと気になります。 Là, vous allez avoir de la grenade. Là, vous avez les petits morceaux qu'il y a dedans, c'est la grenade et des zestes de citron. 照明がどんどんと夜バージョンになってきて、お店の雰囲気が変わってきました。そしていよいよアントレ前菜の登場です。こちらはタコのカルパッチョ、そしてピキロスです。フランスで生のタコをいただくってことは以前にはほとんど考えられなかったんですけれども、最近はこういう美味しい生のタコが食べられるようになってきました。しかもこちらのは本当に薄くスライスしてあって、上質なオリーブオイルの風味とも相まってとても繊細なお味です。La sangria roja. Es la sangria roja. Es bianca. レストラン自家製のサングリア、 Mucho gusto. 赤と白。 Buen provecho. ピキロス、これは赤ピーマン。中にはチーズのクリームが入っています。これもバスク地方のタパスの定番だと思うんですが、こちらのは本当に美味しい。一体何が違うんだろうと思ってルフィックさんに尋ねました。すると、この中にはフロマージュブランはもちろんなんですけれども、ドライフルーツとかアーモンドが入っていて、しかもそのフロマージュブランにはバニラ風味のオリーブオイルが隠し味になっているんだとか。通りで何かとっても優しい感じのするお料理でした。 Ça c'est la tortilla y ça c'est le cordero. Bon appétit. トルティーヤはスペインの本当に有名な卵料理ですよね。じゃがいもが卵と一緒に固まってケーキみたいになっているという印象を持っていたんですけれども、こちらのトルティーヤはそれとは全く違った美味しさでした。すごくジューシーでしょ。聞けば玉ねぎをカラメリゼするくらいまでよく炒めて、そこにごくごく小さく切ったじゃがいもを加えて、それをオムレツ状にしているそうです。
じっくりと火を入れた玉ねぎの味、よく吟味したじゃがいものテクスチャー、それらのうまみのハーモニーがシンプルにしてものすごく美味しいトルティーヤの正体だったんです。そしてこちらはレストランのご自慢の一品、子羊の肩肉を低温で火入れして、その後フライパンでカラメリゼして仕上げているそうです。お肉はホロホロ、それでいて最初歯ごたえがあるのがいい感じです。これをじゃがいものリッチなピューレと一緒にいただきます。私たちが訪ねた日はこのレストランが開店してからまだ1ヶ月ぐらいという時でした。しかも週の前半の夜だったんです。それなのに見るうちに店内がいっぱいになりました。一月の間にすでに口コミでこれだけ人気になっているということに私は驚きました。もうすでに常連さんもいらっしゃるようです。もうかなりお腹いっぱいなんですが、やはりデザートはマストでしょうかね。おすすめいただいたのがこちら、クレームカダラン。フランスのクレームブリュレのような感じですけれども、ちょっと違っていて、ものすごくふわっとしたムースに近いようなクリーム。これにはオレンジの花の香りが忍ばせてあります。この窯で焼くお米の料理もぜひ次回は食べてみたいなと思います。またメニューにあったコロッケやイカのフライ、季節がもっと暖かくなったらガスパッチョなんかも美味しそうですよね。朝食にはスペイン名物のチュロスなどもあるようですし、これはもうリピート確定ですね。フォーブール・サンドニ通りの夜、平日の寒い夜なんですが、そこそこにぎわっていますよね。この通り沿いにはクルドサンドイッチの店があったり、少し路地に入るとインド料理屋が軒を連ねているところがあったり、昔ながらのブラッスリーのある石畳の通りがあったり、多国籍の香りがします。ライトアップされたサンドにも歴史のモニュメントが人々の暮らしの中にある。それがパリの魅力だなぁと改めて感じます。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。冬のパリですが、南の太陽の国の明るさを少し味わっていただけたでしょうか。この動画が気に入られたら、ぜひ高評価ボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。とっても励みになります。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。